おはようございます。センドラです。本日は5月13日土曜日です。今回も朝一の JAL 便を利用したので、本来であれば高知駅に9時40分頃に着く予定だったんですが、飛行機の機材トラブルがあって高知駅に着いたのが11時25分です。なので当然足摺り1号には乗れなくて、11時42分発の足摺り3号で窪川駅を目指します。当初の計画より2時間も遅れてしまいました。今回は食事付きの民宿を手配しているので、夜遅くまで歩くこともできないんですよね。なのでこのスタートの2時間遅れは致命傷になってしまいます。本来であれば2時間も遅れてるんでダッシュで岩本寺を目指すべきなんですが、今回どうしてもうな吉でうなぎを食べたくてですね、のんきにうなぎ屋を目指してます。うな吉さんに到着したんですが、待ってる人もいる上に、ウェイティングのシート見たら随分名前がたくさん書いてあったんで、うなぎを食べるのは後にして先に岩本寺の参拝に向かいます。いや、2年ぶりに到着です。37番札所岩本寺です。いやー、しかしカラフルなお寺です。2年ぶりに来ましたが、やっぱり他のお寺とは全然雰囲気が違いますね。もっといろいろと見て回りたいところではありますが、雨がもう本降りになってて撮影するのが大変なのと、うなぎが気になっちゃってね、撮影は手短に終わらすことにします。それではまず本堂を参拝します。岩本寺の本堂といえば天井画が有名です。昭和53年に本堂を新築した際に575枚の絵を天井に並べたんだそうです。なんといってもこのマリリン・モンローですよね。前回も拝見させていただきました。続いて大師堂を参拝します。はい、参拝が終わりました。それではうな吉に戻ります。空いてくれてることを祈って戻ったんですが、待ってる人はいないようなんですけども、席は満席のようです。しばらく待たせていただきます。うな重の波が3100円、ちょっと高いですけど、ここのうなぎ美味しいんですよね。初めて食べましたけれども本当にうまかったです。ごちそうさまでした。今うな吉でうなぎ食べてきました。美味しかったですね。時間をしてるのにうなぎなんかのんびり食ってていいのかっていう話はありますが、いただいちゃいました。ただ今ね、もうすぐ2時なんですよ。やばいですね。今日時間が超やばいです。本当にこのままだと何しに高知来たんだというような感じになっちゃう時間なので、ここから飛ばして歩こうと思います。中村まで残り45キロです。国道56号線をひたすら歩いていきます。窪川の町にあるここのローソン、コンビニとしてはここが最後になるのかな。何かあればここで購入しましょう。すっぽん買います。この辺ですっぽんが取れるんでしょうか。今日は飛行機が遅れて窪川に着くのが2時間もう遅れた上に、うな吉でうなぎ食べたりしてたので、歩ける時間が3時間から3時間半ぐらいしか多分ないんですよ。何のために高知来たのかっていう話ですけどね。土佐佐賀まで歩きたかったんですが、多分無理ですね。土佐佐賀まで20キロぐらいあるはずなんで、ちょっと頼れないから、せめて伊予木の駅あたりまで行きたいなと思ってるんですけど、どうでしょう。雨は幸い非常に弱くて、今ほとんど降ってないような状態です。ただ天気はこんな感じなんで、もう雨が止んだわけじゃないんだろうけど、今はちょっと雨がほとんど上がってる状態ですね。このタイミングでなるべくペースアップして、なるべく進んでいこうと思います。ポンチョ着ながら歩いてると蒸れるんですよね。でその熱気が上がってきてメガネとか GoPro がすぐ曇っちゃうんでね、撮影するのが大変です。峰の上って読むんですかね。標高290メートル。ここから先は基本的にずっと下りになります。
遍路道、ここから左へ入る。このお大師様有名ですよね。立派なお大師様と可愛いお大師様がいます。国道56号線をまっすぐ行っても進めるんですが、ここを左に入って国道をショートカットするような感じで歩いていきます。ところどころ分岐がありますが、表示があるので表示に従って歩いていきましょう。この辺りにどぶろくの製造所があるはずなんですが、見つかりませんでした。一杯飲んでみたかったですけどね。右の扉を開けてお通りください。ここきっと朝は閉まってるんですね。通らせていただきます。はい、ここから、山道の遍路道に入ります。一ノ瀬遍路道っていうんですね。道は若干険しいですが、国道より全然距離が短くて、早く降りれるルートです。一ノ瀬遍路道歩くとみんなこの辺で撮影しますよね。このトンネルの真上から、見る光景っていうのは、そういう専門のお仕事でもしてないとなかなか見れないですよね、この角度って。いや、素晴らしい景色です。この角度から見るトンネルもなかなかレアですよね。普通に生きてたらなかなかない光景です。ここから国道に戻ることもできるんですが、さらに、山道で下に降りていきます。こっちが、そもそもの歩き遍路道になってます。地元の方々が道をきちんと整備してくれてるおかげで安全に降りることができます。どうもありがとうございます。ただそうは言っても山道だし、今日は雨も降ってるんでね、怪我をしないように慎重に降りていきましょう。1巡目の時に一ノ瀬遍路道歩いた時も確か雨だったんですよね。あの時はカニもたくさんいた記憶があるんですが、今回は見当たりません。ここの分岐は右に入ります。お遍路標識があるので迷うことはないと思います。国道56号に降りてきました。確か降り切ったところに、お遍路の休憩所があったはずなので、そこでちょっと雨宿りしようと思います。ここの分岐は、旅チャンネルで高山さんが左に行っちゃったとこですね。この急な階段を降りて、ちょっと行ったところのこの休憩所、ここで休ませてもらいます。いや、雨の日は本当休憩所があるのが助かります。この看板を見ると、国道を右に行くように、感じるんですが、実は歩き遍路道はこの国道を渡って、こっちの道に入っていくんですよね。前回は気づかないで国道をずっと行っちゃいました。前回も地図見ながら歩いたんですけど、結構抜け漏れがあるもんです。一ノ瀬遍路道終わりました。前回はあっちの国道を歩いたんですが、どうも地図を見るとこっちが遍路道みたいなので、今日は前回と違う道で、この遍路道で進んでます。いやー、やっぱり雨降ってると速度が出ないですね。さっきの下り坂で膝がちょっと痛くなっちゃったんで、足が心配ですけど、今日は幸か不幸か距離あんまりやらないので、なんとかなると思います。道自体はね、すごくいい道なんですよね。こんな感じ。晴れてればもっと気持ちいいでしょうけどね。雨がどんどん強くなってきて、景色を楽しむ余裕がありません。前回国道を歩いてた時に、確かあの辺だと思うんですけど、接待所があったんですよね。とても優しいおじさんがやってくれてました。ありがとうございます。これ障子が破れてるのかと思ったら、なんかアートっぽくくり抜かれてます。イルカでしょうか。いやー、雨が本降りです。まあこういう日もありますよね。私比較的雨の日が少なかったんで、久々の雨遍路ですけど、やっぱりちょっと大変ですね。左に見えるのは土佐佐賀温泉拳の里です。あそこ宿泊もできるんで、お遍路さんには貴重だったんですけどね、もう潰れちゃったみたいです。これは残念です。ここは海南駅方面に向かいます。
伊予木川沿いの景観をお楽しみくださいって書いてあるんですが、前回も雨で楽しめませんでした。かいな米米クラブ、米米クラブ来ましたね。いや懐かしいです。今日はスタートが遅れちゃったので、当初予定してた、土佐佐賀駅まではとても無理だろうから、伊予木駅まで、迎えに来てもらうようにお願いしたんですね。そしたら伊予木駅のちょっと手前にバス停と建設会社のお接待で作ってくれてるお遍路休憩所みたいなのが並んでるところがあるんですけど、じゃあそこで拾いますよっていうことになったんでですね、ちょうど5時ぐらいにそこに着くかなと思ってたんですが、今4時54分なんですけど、多分まだそこまで3、4キロあるんですよ。なので5時半ぐらいになっちゃうかなと思うんですけど、結構頑張って歩いてるんですけどね、雨だからか思ったより速度が上がらなくて遅れちゃってます。今ちょうど小降りになってきたので、このタイミングでまたピッチ上げてね、遅くとも5時半までには待ち合わせ場所に着きたいなと思ってます。流人万六の墓があります。ドクレとトンチで親しまれたって書いてありますけどいろいろと謎が多いですね。何なんでしょうこれ。もう5時を過ぎて暗くなってきちゃいました。民宿のお母さんに電話して待ち合わせ時間を連絡します。本来の遍路道はもう少しまっすぐ行くんですが、お母さんを心配させないために少し早めに国道に戻ります。向こうの方でハザードつけてる車がきっとお母さんがお迎えに来てくれた車ですね。西松建設さんがお接待で出してくれてるお遍路さんの休憩所、ここでピックアップしていただきました。お宿はここから車で3、4分のところにあります。お庭がとても綺麗なので、映像に撮りたかったんですが雨が強いので、お庭はまた明日にしようと思います。洗濯機と乾燥機が1機ずつあります。ここのお宿は基本的には1組限定で宿泊するタイプなので、1機ずつあれば十分です。こっちの建物はお風呂とトイレがある棟ですね。トイレはちなみに、宿泊する、お家の中にもあるんですが、こちらの方にも設置されてます。ウォシュレットではありませんが清潔に保たれてます。お風呂はゲストハウスに近い建物なので、それなりですけど、不潔な感じもなく快適に入ることができます。先ほど基本的には、1組しか泊まらないっていう話しましたが、拳の里が閉鎖になっちゃってからこの辺でお遍路さんが泊まる宿が、もうここの農家民宿梶賀さんしかないので、今日はもうお一方、お遍路さんが泊まってるようです。宿泊棟の1階のこの部屋、ここが食事をするスペースで、私が今日泊まらせていただくのはこの奥のこの和室になりました。もう一方の歩きお遍路さんは2階を使われるとのことです。なんか実家に帰ってきたようなほっとする雰囲気です。このキッチンの向こう側の窓が後で、すごい斬新な使われ方するんですよ。これ驚くんですけどね、また後でご紹介します。1階にはトイレがまた別に用意されてます。ウォシュレットではありませんがとても快適なトイレです。さっきの、食事する和室には、年代物のタンスが置いてあって、この中に寝巻きだとか、がしまわれてます。これご自由にどうぞということなので、これをお借りして今晩寝ることにしようと思います。最近価格改定をしたようです。もうお宿がなくなっちゃうのが一番困るので、少しぐらい値段上げてくれても構わないから末永く経営してもらいたいものです。なんとキッチンの窓が開いて料理が出てきました。チェックインした時にお母さんが料理はカウンターから出しますって言ってたんですが、
何のことだか全然分かんなかったんですけど、ここがねカウンターらしいんですよ。どうもその向こうで料理作ってるみたいで、これはね驚きました。いや斬新ですね。カツオの刺身を中心としたすごく美味しい料理がたくさん出てきます。この鮎はお母さんの息子さんが自分で釣ってきたんだそうです。いや本当に美味しいご飯ありがとうございました。さっきのキッチンの横には冷蔵庫があるので、この中に少しお酒が入ってます。なるべくたくさん飲んで売り上げに貢献しましょう。おはようございます。天気予報では今朝は雨も上がって日差しも少し出てくるような予報だったんですが、見事に裏切られました。餌付けされた小鳥を手に乗せるなんていう YouTube 的に最高の映像、これをここで撮りたかったんですが、この雨じゃ小鳥も来ないですね。残念ですけど諦めて朝食をいただこうと思います。メニューがすごく多くてどれも美味しくて満足のできる朝食でした。ごちそうさまでした。どうもいろいろありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。お世話になります。ここのお母さんのファンが多いようだったので、許可をいただいて撮影させていただきました。昨日のバス停まで送っていただいて、ここからスタートします。雨止まないかなと思ってしばらく様子見てたんですけどダメだったので、歩き出すことにします。幸いなことに熊井トンネルのルートが、再び歩けるようになっているということだったので、今日はそっちで行ってみようと思います。この西松建設さんの休憩所も入ってみたかったですけどね、週末はやってないみたいです。右側には伊予木駅があります。ローカルの駅なので区切るにはちょっと使いづらい駅かもしれません。伊予木駅を越えたら国道56号を外れて側道の方に入ります。こっちが熊井トンネルがある、本来の歩き辺の道のルートになってます。今日は本当は宿でゆっくりして、土佐佐賀駅から9時何分だかの電車に乗って東京に帰る予定だったんですが、昨日思ったほど歩けなかったので、昨日の続きで土佐佐賀駅まで、ちょっと早く出て歩いてます。距離にしてあそこのバス停のところから多分6キロぐらいなんで1時間半ぐらいだと思うんですが、熊井街道、トンネルのところ、これが開通したということなので、前回歩けなかったのでそっちの道で土佐佐賀の方に向かって歩こうと思います。まあどうでもいいことなんですけど、昨日飛行機が遅延して2時間スタート遅れちゃったので、その2時間分を今日歩いてるということで、両方合わせて1日としてカウントさせていただいてます。今日天気予報ではもう雨がとっくに上がってる予定だったんですよね。雨雲レーダーも現在この辺は雨が降ってないことになってるんですが、なぜか降ってます。もうだいぶ弱くなってきてるので、そろそろ上がるんじゃないかと思うんですよ。最初は雨が上がるのを待ってスタートしようと思ったんだけど、今日電車の時間があるんでね、あんまトロトロしてまた最後ダッシュになったら嫌なのでちょっと出ちゃいました。遍路道左、この辺は分岐のたびに看板が出てくるので道を間違えることはないと思います。はい、遍路道ここを登っていくんですね。いやこれ山道歩くのかと思って初めての人はみんな構えると思うんですが、実はほんのちょっと登ったらすぐに舗装路に出ます。単純に、ショートカットのルートだったようです。向こうの方にトンネルが見えます。これが噂の熊井トンネルですね。明治38年のトンネルだそうです。当時港から、レンガ1個1銭の、おだちんで小学生たちが、レンガを運んだんだそうです。それでは、念願の熊井トンネル入ってみましょう。明治のトンネルだから電気なんておしゃれなものはついてません。いや真っ暗です。これやばいぐらいの暗さです。実はこれ幽霊の話とかもあるトンネルらしくて、怖くて途中振り向けなかったんですけど、
勇気を出してね、ちょっと振り向いていました。いませんね。いやー、正直怖いです。これ夜だったら歩けないですね。工事現場の横にわざわざ歩きお遍路さん用の道が作られてます。いやー、ありがとうございます。助かります。熊井トンネル歩くことができました。素晴らしい歴史を感じるトンネルだったけど、電気がついてなくてちょっと怖いですね、あれね。心霊スポットにもなってるようなんですけど、あれ夜だったら私は確実に歩けないトンネルかなと思います。もし前か後ろに人がいたらちょっとビビったでしょうね。人がいないのも怖いですけど、いやーでも味のあるトンネルでした。今回一番の収穫だったかもしれません。熊井トンネルは4月1日から通行可能になったということですが、今年なんでしょうか。去年だったのかな。ここに出てくるんですね。道の駅ナブラ土佐佐賀です。前回ここでカツオのたたき食べましたよね。ちょっと雨宿りしがてら寄ってみます。人はもうぼちぼちいるようですが、まだ8時半なのでレストランとかは開いてないですね。残念です。恒例のトイレチェックもしていきましょう。立派な道の駅だけあってトイレも素晴らしく綺麗です。もちろんウォシュレットです。これは快適ですね。雨が止みそうにないので再び歩き出します。国道56号線を少し歩いたら分岐を左に曲がります。本来の遍路道はこれ左に行くんですが、この遍路ステッカー見るとまっすぐ行っちゃいそうですよね。実際前回はここをまっすぐ行っちゃいました。昨日は農家民宿梶賀さんに泊まりました。お母さんがすごくいい人で、なんか田舎に帰ったような感じで、すごくのんびりさせてもらいました。食事もとっても美味しくて、本当にありがとうございました。お母さんがすごい人なんですけど、可愛いんですよね。いろんなお話させていただいたんですが、やっぱりどこの遍路宿でも出てくるお話、高齢化と後継者問題、それから経営のことですね。やっぱりどこも悩んでることが一緒というか、お遍路さん相手にする宿ってオーナーがもう軒並み70代80代なんですよね。本当に続けていくのも厳しい感じ、そんなところが多くて、梶賀さんもそんな感じでした。なかなか聞いてると大変そうでね。今月から宿代を少し上げたようなんですが、それでも全然足らないということでね、何にも私はできないけど、せめてお酒とかいっぱい飲んでね少しでも多くお金を落としてこうなんていう努力をさせていただいてます。あの辺りだと拳の里が前まで宿としてあったんですが、今は拳の里も閉鎖になっちゃって、伊予木の辺りってもう梶賀さんしか宿がないんですよね。あそこもともと一組限定の農家民宿なんですが、今は困ってるお遍路さんが多いということで2組止めたりとかして、お母さんも相当大変みたいです。少しでも長く続けられるような工夫がこっちの遍路者の方でもできたらね、いいんですけど、最近は過疎化した遍路宿を再生するプロジェクトとかもいろいろ出てきてるみたいなので、そういうのに積極的に参加しなきゃいけないのかもしれませんね。いろいろ考えさせられました。はい、やっと土佐佐賀駅に到着しました。遍路道はここを右下に降りていくようです。次回はそこを歩いていくところからスタートになります。土佐佐賀は、カツオの町、一本釣りで日本一の町らしいです。土佐佐賀駅っていうと特急が止まる駅なので、もうちょっと大きな駅なのかと思ったんですが、ちょっといまいち地味ですね。9時45分の高知行きの電車に乗って帰ろうと思います。
いや、駅に着くと雨が止むんですよね。本当にね、もうこれどういうことなんでしょうか。電車が来ました。週末なので案外乗客が多いんですよ。なので席が空いてるか心配だったんですが、一応座ることができました。今回も最後までご覧いただいてありがとうございました。6月は梅雨時期なので歩き遍路はお休みして、次は7月歩こうと思います。チャンネル登録、高評価、コメントぜひお願いします。それではまた。